はい、宇治でございます。どうですか、ミニブルート。で、今もですね、このいろいろ音色を変えながらやってたんだけど、分かりましたかね。この最初のシンプルなこのノコギリ刃の普通の音からどんどんこう音が分厚くなり、どんどんもう過激に変わってしまうというね、素晴らしいアートリア、よくやった、ミニブルートですね。これね、中身は何といっても完璧なアナログです。まさにね、メモリーなんてない。音が出てる状態は今このつまみの状態、この状態が出てる音。これはね、今までありそうでなかったんじゃないかな。すなわちこの状態が全ての音ですから、全くもうこの感性の赴くまま、もうただ弾くだけで、鍵盤もね結構しっかりしたこのね2オクターブの鍵盤があって、で特筆すべきはですね、やっぱりちゃんとシンセのロジックを理解すると、これほど分かりやすくて使いやすいシンセはない。素晴らしいです。中身見てみましょうか。まず一番重要なのが、この真ん中のスライダーとこうノブが上下にあるんだけどね、重要なのはここオシレーターミキサー。シンセの仕組みはね、ちゃんと、皆さんもちゃんと理解してるかな。理解してるしてない人はちゃんとこの際覚えてもらいたいと思いますが、オシレーター、そしてフィルター、アンプリファイア、これがねシンセサイザー、特にアナログシンセサイザーの3大要素ですね。オシレーターは音程、音源に関することで、フィルターは音色に関すること、アンプリファイアは最終の音量とかね、そういうことになりますけど、で特にねこのミキサーというところなんだけども、このミニブルートの素晴らしいところはね、オシレーターのこの波形、ノコギリ刃と
区形波と三角波、ノイズ、オーディオイン、外部オーディオいけるんだけどね。でサブオシレーター、これねミキシングができます。これなかなかありそうでないんだけど、普通は波形を切り替えるタイプが多いと思うんだけど、これねミキシングができるんだよ。だからさっき私がね最初の曲でやったようにどんどん音を厚くしていくということがここで技でできるわけね。じゃあ純粋にノコギリ波だけをちょっと上げてみますね。でノコギリ波は普通にこういう音しますね。ちなみにここでオクターブ変えれるからね、このオクターブというところでね。でこのオシレーターのところ見てもらうと、このねノブのところとスライダーのところがこう一体化してるのが分かると思うんだけど、で特にこれ今ノコギリ波を上げたじゃない、これ。でノコギリ波に関することはこのノコギリ波の枠のところ、ここにあるんだけど、まずここに大きな秘密があります。何かというとね、ここにウルトラソーと書いてあるんだ。ウルトラソー、ウルトラっていうくらいだからただのソーじゃないのよ。でウルトラソー、普通の状態はここにで普通の、ノコギリ波が出てます。ちなみにミニブルートって 1VCO だから一つの VCO ですからね。でそれをねウルトラソーのアマウント、量を上げていくと、これレイトを上げます。あたかもこういろんなオシレーターが重なったような効果、わかりますよね。こうね、普通だとこう上げるよ。これ音がぶっとくなるね。VCO を3つぐらい重ねて、3つか4つぐらい重ねて、微妙にずらした感じ。もうこれだけで 1VCO とは思えない音が出てますね。もうめっちゃくちゃ太いです。でこれがまずノコギリ波ね、秘密ですね。次にね区形波見てみましょう。これパルスワイズね、区形波パルスワイズと呼ばれますけど、 90% と 50% ね。我々この 50% だとクラリネット系とね、 90% に行くとオーボエ系とねよく言いますけどとなりますね。いい感じになりますね。でちなみにこのエンベロープアマウントっていうところで、このパルスワイズをここのエンベロープこうまた動かすことができるわけよ。これもねよく考えられてますね。良いです。次に三角波。三角波もサイン波よりもちょっととんがってる音ですけど、いい音してるねこの三角波ね。三角波のね素晴らしいところはここのね、見えるかな、メタライザーって書いてあるんだ。メタライザー。メタライザーって何かというと、一種のなんて言うんだろう、金属感を出す、リングモジュレーションとかね、そういった効果に近いんだけど、これかけていくとほらほらほら、ちょうど FM 音源でこうね、モジュレーター、キャリアとモジュレーターでモジュレーターをこう上げたような効果だから、普通のこういったもーっとした音が過激に変わっていくというね、これは素晴らしいね。グッドなアイデアだね。これもエンベロープでね動かすこともできますね。素晴らしい。でさらにノイズ、でそして最後にサブオシレーター。
サブオシレーターここにあるんだけど、サブオシレーターは1オクターブ下とさらにもう1オクターブ下、2オクターブ下ね。でさらに波形も、ね、区形波とサイン波を選ぶことができます。これ混ぜてみるとね、例えば区形波同士混ぜてみようか。もうこれで 2V 並みのこの下1オクターブ下が出ますね。2オクターブ下。もう強力やねこれね。さてフィルターセクション見てみましょうか。フィルターはここ。フィルターというとね、モーグタイプとかアープタイプとかね、いろいろあると思うんだけど、このミニブルートっていうのはですね、スタイナーパーカートゥーポールマルチモードフィルターっていうねのを使ってます。このスタイナーパーカーのねフィルターの特徴って、普通モーグタイプだとカットオフがこうあって、レゾナンス上げていくとね、モーグだとちょっと線が細くなってくるんだけども、これそうならないのよ。ね、なかなかいいフィルターですねこれね。今までにないタイプの非常に、使えるフィルターだね。もちろんローパスフィルター、バンドパス、ハイパス、ノッチフィルター、というねマルチモードのフィルターですね。でもちろん下にエンベロープがあるんで、この下の部分ね、これフィルターのエンベロープね。よくできてますね。いいですね。でさらに、ここにアンプリファイア、すなわち VCA、 最終の VCA のエンベロープジェネレーター、がありますね。アタックのリリース、ディケイ、で最終段にねまた面白いのがあって、ここ見えますかね、ブルートファクターっていうのがあるんだよ。ここにブルートファクター、これは何かというとね、またこれ秘密兵器なんだけど、これちょっと上げてみますよ。わかった？なんかこの感じ、ちょっとフィルター全開にしてやってみるね。これね何かというと、私ミニモーグ持ってるんだけど、ミニモーグのねアウトプットからまたインプットに突っ込んでループさせるという技があるんだけど、それにね近いんですこれ。いい意味で内部崩壊していくみたいなアナログ崩壊していくみたいな、要素があるんですねここね。これは過激に変わって非常に面白いですね。これブルートファクター、これも覚えておいてね。でもちろんチューニングがあって、ヘッドホンがあって、マスターボリュームがあるという形ですね。下見てみましょうか。下ね特徴的なのがこのアルペジエーター。アルペジエーターがあるのは嬉しいね。アルペジエーター当然弾いたらもちろんタップテンポでいけますね。もちろんアップダウンももちろんランダムとかね、もういっぱいできますね。もちろん、こんな感じでスイングもできるしね。というアルペジエーターがしっかりついてるというところで、そして LFO がちゃんとついてるから、もちろんここでこのモジュレーションホイールでね何を動かすかとかね、そういうことができるんだけど、例えばフィルターを音量とかね、
ルペジエータと同期させるとかね。ということもできますね。そしてこれビブラートがね独立しているのがいいね。ここビブラートを例えばこのモジュレーションホイールビブラートにすることによってここが独立してビブラート専用になります。ね。でもちろんグライドでポルタメントがかかりますね。でもちろんピッチベンドも10時台ですね。面白いのがねアフタータッチがついてるのよ。ここにアフタータッチ、これアフタータッチで例えばビブラートをかけるとわかりますかね。アフタータッチでカットオフとかね、非常にねセンシティブで、こういったプレーもできますね。いろんな方向性からモジュレーションをね変調をかけられる。さらにねこれまたほらさっき言ったようにこの出てる音はこのパネル上のこのつまみの位置のこの音だからね。これでね嬉しいのがねこういうねオーバーレイシート、これがねあるんだよね。例えばこれをこう乗っけてのねこのつまみの位置に合わせるとその音色になるというね、こう昔のシンセであったようなねこういった例えばこれファンクベース、ファンクベースってこの通りに合わせてみると、ちょっと合わせてみようかこれ。はい合わせてみました。ファンクベースのこのシートの通りに合わせてみた感じで見てみましょう。で弾いてみるね。確かにパンクベースになってるわな。というようにこういったものついてる。でもちろん自分用にねこの白のやつもあるから、こう自分で気に入った、ね、音ができたらこれで、ね赤マジックでこう印をつけてでね自分の音をこうね記憶するっていうかさ、これなんて言うんだろう、記憶じゃなくてアナログメモリーするとこのシート上に、こういったものもついてるのが嬉しいじゃないですか。ね、というように、このミニブルート非常にパネル上はシンプルで、もう最初に言ったように今このつまみの状態が出ている音。もう一度言います。メモリーはありませんありません。なくていいんです、メモリーなんかね。これで十分楽しめますね。でこれバックパネルを見てください。これがまたね嬉しいバックパネル。何が嬉しいかというと、こっちから見てみるね。 USB がありますね。これ USB でつなぐことで、実はですねこれ、トリガーをシングルにしたりマルチにしたりカーブを変えたりとかエンベロープのカーブを変えたりとか、そういったねエディターもありまして、それでいろんなことができますね。ファームウェアをねいろいろ変えたりとかいろいろありますね。で MIDI のインアウト、そしてゲートソース、このインプットがあるんでオーディオインプット、ここにねオーディオインプットに対して鍵盤のゲートで開かないとかそういうことができますね。でねこれ見てよ、これ CV ゲートのインとアウト、これがついてる。でどういうことかというと、例えばミニモーグとかプロフェットとかをミニブルートから鳴らすこともできるし、プロフェットでミニブルートを鳴らすこともできるし、逆にいろんなことを考えると、例えばMIDI キーボード経由でゲートをこうコントロールしてプロフェット5を鳴らすとか、逆にいろんなこと考えられますね。MIDI CV ゲートコンバーターとしても使えるしね。これよくできてますね。 CV ゲートがちゃんと入ってて、しかも MIDI コントロール USB もちゃんとついてるっていうところ、よくやったミニブルート、素晴らしいね。このアートリアのミニブルート、アートリアってほらねここにスパークもあるように、ソフトウェアとハードウェアのハイブリッドをいろいろやってきましたが、とうとう本物のアナログをやってしまったというね。
すごいね、やっぱオリジンで培ったシンセサイザーの技術をこういろいろやっていって TAE でもアナログを研究しまくって、そして行き着いたのが最終的に本物のアナログシンセだったっていうね、このストーリーがね素晴らしすぎる。もう惚れました。アートリアミニブルートでした。